薬局で入手したアクセサリーを一つ一つ丁寧に見ていきます。こんな感じでコリコリと削ります。はい、こうやって見るとね、色の違いがはっきり出てますね。テスターをつけても、このさっきついた削り跡の方はまだね、残っています。この部分がなんか、回る、動きます。動いています。動いてこんな感じで取れるのか。取れましたね。はい、ここまで拡大すると見えますね。数字で925となっています。はい。あと何グラム残っているんでしょうか。重さを測ってみます。はい。394グラムです。どうも、ジャンク鉱山ラボです。あと、ちょっとなんですけれども、前回に引き続きですね、こちら、一つ一つ見ていきます。一体何が出てくるんでしょうか。では、一つずつ開けていきます。何が出るかな。じゃーん。なんかね、キラキラのついた、これは指輪です。はい、こんな感じの指輪がね、出てきました。ではね、スマホのマクロレンズで指輪をね、拡大して見ていきましょう。じゃーん。こんなね、小さなライストーンみたいなね、石がいっぱいついた指輪です。ぐるーっとね、こう内側を見てみるんですが、ちょっとね、ここになんか見えますね。これ何なんでしょうね。素材を示す刻印なのかもしれません。もうちょっとね、よく見てみようと思います。はい、こんな感じでね、見ると、なんか刻印のようにも見えるんですが、なんて読むのかというか、何かのマークなのか、ちょっとわかんないですね。指輪を正面から見ると、こんな感じで、これ、どうだろうな、パンサーなのか、チーターなのか、猫ちゃんなのか、ちょっとわかんないですけれども、何かの動物が、石を加えているようなデザインです。はい。残念ながらね、素材を示す刻印がなかったので、ちょっとよくわかんないね、模様はあるんですけれども、その、期待するところのね、何かしらの金とか銀とか、そういうんじゃないんじゃないかなと思います。はい、この拡大をもうちょっとね、ぎゅーっと大きくして見てみます。はい、この感じでね、素材の表面、この辺ですかね。傷がおそらくあって、その分、表面のメッキを剥げちゃった状態だと思います。明らかにね、表面の層と、そして削れた内側の層との境目がまっすぐはっきり見えてますね。これは、下地が見えてる状態なので、おそらく何かしらの素材にメッキをかけたものだと思います。はい。つけてみると、こんな感じでね、デザインはとってもね、ユニークなものとなっています。では、次行ってみます。次は何が出てくるでしょうか。じゃん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 。じゃじゃん。すごい絡まっちゃってますね。これよくいつもこんな感じなんですけども、根気よくね、丁寧に一つずつ外していけば必ずね、取れるはずなので、こちらですね、取りたいものの、おそらくこれなんだろうなと思うものの引き輪とプレートを先に外しておきます。あとは、地道にこう引っ張っていくと、取れるはずです。はい、取れました。なんかね、天然石っぽい緑色の石がついたネックレスです。こんな感じです。では、こちらも拡大して見ていきましょう。じゃーん。はい、こんな感じのね、鮮やかな緑と
青。それからね、若干白っぽい縞模様が、わーっと入っています。これをもうちょっと拡大してみると、こんな風にね、境目がはっきり見えるようになっています。若干まっすぐすぎるんじゃないかなというところが気になるところなんですけれども、多分ね、これメノのペンダントトップなんじゃないかなと思います。はい。色の方はね、どうしても、染色とか何かしらの処理をされて、この色になっていることが多いと言われているんですが、それでもね、元は多分天然石なんじゃないかなというお品物になっています。では、素材を示す刻印がないのか、金具の方を見ていきましょう。このペンダントトップのくっついてるパーツにはちょっとね、刻印らしきものは見当たらないんですが、もうちょっと拡大すると、大変わずかなんですけれども、黒い点々があったりとか、あとはこの緑色のね、読書と呼ばれる、反応がちょこっと見られています。なので、ちょっと経年変化で、錆というか、こういうね、腐食が見られる状態です。はい。では、チェーンのパーツの方も見ていきましょう。チェーンの形は、こういうね、途中でカットされた棒がね、ついているかなり古いデザインです。そして、チェーンの引き輪とプレート、こちらにね、刻印があることが多いので、そのあたりも確認します。はい、プレートには何も書いてないですね。それから引き輪です。引き輪の方も特に何もありませんでした。おそらくなんですけれども、ロジウムメッキみたいなのでメッキされたチェーンだと思います。はい。ちょっとね、古い感じはあるかもしれないです。こんな感じのデザインの目のと思われる石がついたペンダントトップでした。はい。では、次行ってみましょう。次は何が出てくるのか。じゃん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 。なんか、キラキラの石がついたのが出てきたんですけれども、またね、やっぱめっちゃ絡まってますね。はい。なので、なんか気になる黄色の指輪が一緒に連れてきました。はい。そこまでいけるんでしょうか。少しずつほどきながらいきます。はい。どんどん絡まってしまわないように、一本ずつね、取っていきましょう。はい。取ることができました。こんな感じのね、なんかキラキラのと、それからなんか、房みたいなのがついてるネックレスです。はい。こちらも見ていきましょう。じゃん。こんな感じの、なんかね、このキラキラが気になるネックレスです。はい。チェーンの方なんですけれども、拡大しなくてもね、なんかメッキっぽい状態になっています。はい。このキラキラがね、何なのか気になるところなんで、もう少し拡大して見ていきます。はい。こんな感じでかなり透明感のあるカットされた石なんですけれども、完全にね、透き通るような感じです。おそらくね、この反対側のカットが見えている状態なのかな。こっちが表面なんで、この下に見えてるね、1、2、3、4、5、六角形なのかなと思われる、この四角はね、透き通って反対側が見えてるんじゃないかと思われます。で、特徴的なのは、この真ん中の線が、中を通してある、管状になっている穴だと思うんですけれども、こうやって見るとね、二重に見えたりします。この二重に見える観測はダブリングって言って、複屈折の現象なんじゃないかなと、私は思ってしまうんですが、実際のところは
どうなんでしょう。もうかなりはっきりこれで二重に見えますね。真ん中の線が途中で切れて2本になったように見えちゃいます。このダブリングという腹屈折の現象を科学的に確認するには専門の機械が必要なんですけれども、当ラボにはそういったものはありませんので、目で見たままでこれは何なのかということを予想してみます。ではもう少し拡大してみます。こんな風にね、ここまで拡大してしまうと、明らかに途中でね、伸びていた穴の線が途切れたようになってしまっています。これが腹屈折によるダブリングという現象なのか、それともね、このカットによって見える面が変わってしまっているのか、ちょっとわからないです。これね、真ん中に通っている金色のね、線まではっきりね、映っています。はい、この加工の精度と、それからカットの感じ。あとね、こんな風にカットとカットの、いわゆるファセット頂点である、このエッジの部分が欠けちゃったりしてますね。こういう角っこがね、欠けちゃってるのが多いのは、なんかガラスっぽいね、やつに多いんじゃないかなと思います。ここもね、よく見るとギザギザになっちゃってますね。なので、何かしらの人工的なガラスのような素材なのかなと思います。この辺もね、なんかニックみたいな、こう欠けちゃってる部分が見られます。はい。こんな感じの拡大してみるとね、かなり特徴が確認できるような、そして、目で見るとね、若干色がついてるような、そんな感じのね、綺麗なペンダントネックレスでした。では次行ってみましょう。次は一体何が出てくるんでしょうか。じゃん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 。じゃじゃん。はい。なんかパワーストーンブレスレットみたいのが出てきました。ちょっと硬いかもしれない。こう引っ張ると。中のこのゴムの感じですね。普通かな。許容範囲かな。こうやってつけてみると、こんな感じです。はい。ちょっとね、割かし玉は大きめかもしれないので、じゃーん、これ、ノギスです。これで玉の大きさをね、ちょっと測ってみようと思います。はい、一番ね、大きそうなこの黒い玉。黒い玉で、だいたいね、12ミリぐらいなのかな。だいたい12ミリぐらいでしょうか。で、合間にね、こういうちっちゃいカットしたやつがついています。これも拡大して見ていきましょう。こんな感じです。ちょっとね、反射してピカピカなんで、なんかわかりづらいんですけれども、なんとなくね、縦に筋が入ったようなのが見えますね。何なんでしょうか。なんとなくね、この線状の模様が、タイガーアイみたいな感じに見えるんですけれども、色の方がね、全然違うんで、何なのかちょっとわかりません。で、間にあるこのカットされた石はどうでしょうか。こうやって見ると、さっきのね、キラキラしていたやつを拡大した時の画像と違って、このエッジの部分ね、かなり丸みを帯びた感じがします。なのでね、角が欠けたりとかそういうのは見られないんですけれども、こんな感じで角丸い感じです。なので、高度がね、そんな高くない、ものなのかなと思うんですが、これは多分何かしらの、なんか人工的な素材で、なんかの、どうでしょうね。ちょっとね、トントン叩いてるんですけれど、音もなんかちょっと軽い感じします。そんな感じのパワーストーンっぽいね。
なんかブレスレットでした。はい。では次行ってみましょう。次は何が出てくるのか。じゃん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 。はい。なんか綺麗な指輪が出てきました。キラキラです。はい。こんな感じです。はい。こちらも見ていきましょう。はい。じゃーん。こんな感じで。少しね、青い色をした石がついています。はい。メインのね、石の周りには、取り巻きと呼ばれる小さなね、石がついています。ではもう少し拡大してみていきましょう。はい、こんな感じです。なんかすごい汚れてますね。めちゃくちゃ汚れてます。決して内包物とかではないと思います。はい。これも結構透き通った感じです。透き通って反対側のね、汚れも見えちゃってるのかもしれません。この脇石ですね。脇石、取り巻きと呼ばれるこの石もこんな感じなんですけれども、カットがですね、そんなに複雑ではないので、ガラスとかライスストーンみたいなのを止めたのかなと思われます。なので、この青い石も、どうでしょうね、何かしらの人工的な模造石のようなものなのかもしれません。では、素材を示す刻印の方を探してみましょう。こうやってね、ぐるっとリングの内側を見て刻印を探します。ここになんかありますね。またさっきのなんか、よくわかんない、読めない感じの刻印です。傷なのか刻印なのか模様なのかちょっとわかんないです。他にはね、ちょっとなかったんですよね。どうでしょうか。こんな感じのね、これも多分メッキ関係の製品だと思うんですが、はい、こんな感じのファッションリングなのかなというのが、キラキラで綺麗なので、はい、出てきました。はい、では次行ってみましょう。次は何が出てくるのかな。じゃん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 。お、なんかこれトンボですね。トンボが飛んでる。トンボのモチーフの、はい、ブローチです。こちらも見ていきましょう。はい。トンボのモチーフのブローチです。こちらもこのように何かしらの石がついています。はい。尻尾の方までね、ちゃんとずっとね、ちっこい石がついているのが特徴的です。反対側をひっくり返して見てみるとこんな感じです。ピンがついてるので、ブローチなんだなと思います。はい。そんな感じのトンボのブローチでした。はい。では次行ってみましょう。次は何か出てくるのかな。じゃーん。このでっかいの行ってみましょうか。似たようなのがあるのでまとめていきます。これもね、結構古い金具ですね。こんな感じで、ここをちょっとね、つまんで押して引っ張ります。そうするとこのようにぶら下がるんですけれども、これをね、こう切り欠きがある方にこう持っていって外すというね、ちょっとだけね、何かやり方分かってないといつまで経っても開けられないような作りになっています。はい、このキラキラの出てきました。で、そっくりなのがあるので一緒にいっちゃいます。はい、これも、じゃあ、出てきました。なんかちょっと大きいですね。ボロボロのカットされたキラキラが出てきました。そしてもう一個いっちゃいますね。じゃじゃーん。はい、これで3つ。全部ね、この、なんか水晶っぽいやつが、こんな感じで出てきました。かなりね、キラキラで綺麗です。はい、じゃあ、ではこれも拡大してね、もうこのまままとめていっちゃいましょう。じゃん。はい。このね、独特な形状は、
結構見かけますね。で、これまあまあ綺麗な方です。というのは真ん中の、この白いね、紐が、こうやって見えてて、汚れとかあんま見えないんで、結構綺麗な方かなとは思うんですが、それでもやっぱりね、使用感とか、そういったものはね、あるんじゃないかなと思います。で、こっちのカットされた、ね、石も結構綺麗です。はい。果たしてこれが何なのか、水晶なのかな、ちょっとわかりません。で、もう一個こっちね。これも結構綺麗ですね。こんな感じの透明の石ですね。キラキラです。はい。過去の動画でこんな感じの似たようなものでタグがついたまんまのものがあって、それにはね、なんか本水晶って書いてあったんで、どうなんでしょうか。人工的に合成された水晶なんでしょうか。そんな感じの結構古い、デザインなんですが、キラキラなね、石がいっぱいついているネックレスです。素材に示す刻印がないのか、金具の方も見ていきましょう。なんか書いてあるな。はい。ではこちらも見ていきます。じゃーん。G シルバーって書いてあります。G シルバーはシルバーって書いてあるんですけれども、銀が取れないことが非常にね、多いというか、ほとんど多分取れないと思うんですよね。そういった、メッキの品物になります。あともう一つ、金具の方を見ていきましょう。はい、こちら。じゃじゃーん。こちらも残念ながら G シルバーでした。しかもこれちょっとね、最後ね、シルバーの R のところがなんか欠けちゃってますね。はい。あともう一つ。こちらの金具はどうでしょうか。もう色がね、メッキ剥げてなんか下地が出ちゃってますね。はい、そういった、なんか真鍮にメッキをしたようなものです。はい、そんな感じの、金具の状態はさておきね、石だけはキラキラなんで、はい、綺麗だなと思えるネックレスでした。では次行ってみましょう。次は一体何が出るのか。じゃんじゃんじゃん。そろそろなんか面白いの出てくるといいんですが、これ、なんか前回の動画でも似たようなの出てきましたよね。はい、こんな感じの指輪です。なんか真ん中に線が入ってそっくりで、じゃあ、こちら。じゃーん。宝石用のルーペです。これで拡大してみてみましょう。ちょうどね、ここに刻印があるんですけど、こんな感じです。はい、なんか書いてありますね。はい、一体なんて書いてあるんでしょうか。拡大してみてみましょう。じゃん。チタニウムって書いてあります。これね、前回の動画でチタニウムって書いてあるのにこれチタンじゃないんじゃないのかって言ってたやつと多分同じシリーズだと思いますね。はい。形もそっくりだし、この変なでかい刻印も、あの時と一緒です。はい。ではこちら、お決まりのネオジム磁石で、くっつくかどうか確認してみます。はい。思いっきりついちゃうんですよね、これ。チタンの、ネックレスとか、過去に見たこともあるし、あと、時計のね、ブレスレットなんかに使われてたりするんですけれども、こんなね、バチって確か使わなかったと思うんですよね。磁性がないか、もしくは、弱い磁性、弱磁性は確かチタンだったと思ったんですけど、これはもうバーンでついちゃいますんで、もしかしたらチタンとかじゃないか、もしくは、なんでしょうね。ちょっとだけ入ってるんですかね。ちょっとよくわかんないね。不思議なリングでした。では、次行ってみましょう。次は何かな。じゃーん。これちょっと大きめのね、わりかし大きい石がついた、ペンダントトップですね。
じゃーん。こちらも見ていきましょう。はい、こちら。紫色のね、結構綺麗なカットされた石がついています。でもこれなんか透明すぎますね。これ見るとなんか透明すぎる気がする。ちょっとこの辺はまだわかりません。でもね、このカットの液のところにこんな風にまた傷があるのと、なんか表面のツヤとかもちょっと違いますね。ただなんか味わいがあるね、なんか色と形をしています。これをね、ひっくり返すとこんな感じで、裏側にね、なんか独特な模様がこうついてるんですよね。なんか銀なのかなと思って、素材を示す刻印がないのか、丁寧に見てみました。なんか書いてありますね。なんだろう。ちょっとうっすらなってるんですけど、ミラクル、名前なんでしょうか。奇跡のミラクルなんでしょうか。素材を示すような刻印や、かなりね、独特なデザインで期待したんですけれども、ありませんでした。表面をね、こうやってギュッと拡大すると、この凹凸によって色が違うことがわかります。出っ張ってる方はね、こうやってメッキが削れちゃって銀色になっちゃってるんですけど、くぼんでる方はね、こんな感じで、金色だったのかな、本当は。そんなね、色の違いが出ちゃってます。なので、こちらも、金とか銀とかではなくて、何かしらのメッキ製品だと思います。デザインはね、なんかちょっと面白いなと思いました。はい、こんな感じのペンダントトップでした。はい。では、次行ってみましょう。次は何かな。はい、じゃあ、はい、このキンキラのね、よくあるやつがまた出てきちゃいました。はい、こんな感じの、短いんで、ブレスレットです。もうね、私はもういつも見るとこ一緒なんで、お決まりのなんかでっかいヘル刻印がついています。すぐわかっちゃいました。はい、こんな感じです。いつもね、この、金具のところにね、もうかなり大きいね、目立つ変な刻印がついています。はい。この黄色も若干なんかブロンズっぽいようなね、色なんで、どうなのかなというところです。はい。では、決まりなんですけれども、金具の方を見ていきましょう。もう結果はね、ほぼほぼわかってるんですが、もう何とも思わなくなりました。はい。大事なところを言いますと、刻印自体が、通常のね、素材を示す刻印とすると、大きすぎるというのがあります。普通はね、こっちのちっちゃいね、このバネのところに、ここにね、もう見えないぐらいちっちゃいのが売ってあったりするんですけれども、こんなわかりやすくでっかくドンってなったりはしてません。あと、これ拡大するとわかるんですけれども、一つのこの線に対してもうギザギザがすごい見えるんですね。これはおそらく、何かしらの工業製品であるドットピンニング刻印なのか、それとも、もともとね、こういう溝があって、そこに熱気をして、なんか刻印っぽく見せてるのか、ちょっとわかんないんですけれども、まあそういう感じの、かなり荒い仕事をしてるかなという作りです。はい、そんな感じの、刻印なんですけれども、はい、こちら、見た目というか刻印がちょっと紛らわしすぎるので、混乱しないように、こちら取り外しておきます。はい。こんな感じでね、先っぽ、この丸いところね、丸いパーツを掴みまして、簡単にね、こうやってひねると取れちゃいます。はい。そういった、金色の、これ余計な刻印がついてなければ、普通のなんかファッション的な要素では全然いいと思うんですけれども、ちょっと紛らわしい刻印があるので、これは多分メッキくずみたいな感じで処理されてしまうと
思います。チャンネル登録とグッドボタンをお願いします。はい、では次行ってみましょう。次は何かいいのがないかな。じゃん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 。はい。これも指輪ですね。はい。こんな感じの指輪が出てきました。じゃじゃーん。はい、こちらも見ていきましょう。じゃーん。はい、こんな感じのね、色は緑色で、見た感じ、こんな感じでキラキラのがなんか下の方に見えるね、構造です。ちょっとね、これ、ここに、これをね、拡大してみると、これちょっと割れちゃってますね。これは七宝焼きだと思います。このね、ガラスの釉薬の部分と、あと下地のね、部分が回れて取れちゃってますね。パッと見綺麗なんですけれども、そういう感じの状態です。はい。こうやって見ると綺麗なんですけどね。で、素材を示す刻印はぐるっと見て、残念ながらありませんでした。でも、このね、こちらですね、こうやって見ると、これ、指輪の外側を見てるんですけれども、なんか模様があって、ちょっといい感じではあるんですね。その辺、素材の方はわかんないんですが、若干ね、こう赤みが出てたりするんで、銅とか、そんな感じなのかな。七宝焼きをするのに下地銅だと結構いいのかもしれません。ここもね、壊れちゃってるところの下は赤くね、なってますので。はい、ここです。割れちゃってます。はい、そんな感じの、現状品なお品物でした。はい、では次行ってみましょう。次は何かな。じゃん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 。またすごい絡まってる。もうすごい絡まってますね。はい、取れました。じゃじゃーん。はい、こういう感じのキラキラなネックレスです。はい。どうでしょうか。では、拡大して見ていきましょう。はい。こんな感じの綺麗なね、青い石と小さなライスストーンみたいな石がいっぱいついたネックレスです。素材の示す刻印がないのか見てみます。はい。素材を示す刻印の方はありませんでした。はい、そんな感じのキラキラ石のネックレスでした。では、次行ってみましょう。次は、何が出てくるかな。じゃあ、何でしょう、これ。この金色は一体、また絡まってる。こちら、金色の鎖がついていて、ちょっとね、大きいこのペンダントとはまたなんか違うのかな。二つこう分かれてますね。これギューってできるのかな。動かないですね。これギューってできるのかなと思ったけど。はい。こんな感じの、ネックレス状の何か違うものかもしれません。はい、こちらも見ていきましょう。じゃじゃーん。はい。こんな感じで中になんか入ってるみたいですね。中空洞になってそうな作りです。そして、こうやって見ると、なんか瓶の蓋みたいになってますね。これは、一体、どういうことなんでしょうかね。先に、鎖のね、チェーンのパーツの方も見ていきましょう。こんな感じで、綺麗なね、黄色なんです。
はい。ところが、このチェーンのね、ところには素材を示すような刻印はありませんでした。はい。で、一つ気になったのはやっぱこれですね。この部分がなんか、回る。動きます。動いています。動いてこんな感じで取れるのか。取れましたね。はい、じゃあこんな感じ。これはちょっとね、中の様子が見えないんで、何も入ってはいないんですけれども、もしかしたら中が瓶のような容器になっていて、このパフュームをね、ちょんとつけるやつなのかもしれない。わからないですね。この中の状態がこっからだと見えない構造なんで、なんか入ってるとかではないんですけれども、でもこの棒がついてたりとか、あとこのねネジがかなり小さなネジが使われていて、綺麗にねこうギューッと閉じれるようになってるんで、パフュームケースになっててネックレス状の、構造になっているのかなという。これはちょっとね容器の状態がわからないんで何とも言えないんですけど、そんな感じかなと思われるお品物でした。はい。では次行ってみましょう。次は一体何が出てくるのか。じゃんちゃんちゃんちゃん、すごい絡まってます。めっちゃ絡まっていますが、このね黒いなんかキラキラが1個じゃなかったね。2本ありました。でも絡まっちゃっててちょっと取れるかどうか。取れましたね。はい、こんな感じのね黒いね、こんなキラキラの石が出てきました。かなりねキラキラなんですが、はい、こちらです。はい、こちら結構綺麗ですね。見ていきましょう。じゃじゃーん。はい、これ時々見かけるねカットされた黒いキラキラ石です。とっても小さいんですけれども、その小さな石の中に、ちゃんとねこうなんかカットされた状態になっています。微妙にね一つ一つ大きさとかカットの形状が違うような気がするんですが、これが天然石なのか何なのかちょっとわからないやつです。一般にはなんかオニキスとかあとはスピネルとかそんな感じのものなのかなと言われたりしていますが、はい、素材を示す刻印のようなものはあるんでしょうか。はい、これね多分磁石のやつですね。さっきくっついてたんで外側はもう赤くなっちゃっています。はい、そんなような状態なんですが、引き輪の方はどうでしょうか。なんかシルバーっぽい色は色してるんですけどね、刻印の方がちょっと見当たらない。色はシルバーっぽいんですけどね。これかな。ちょっと拡大をもうちょっとしてみます。はい、ここまで拡大すると見えますね。数字で925となっています。これね、925シルバー。なので、本当にちょびっとなんですけれども、この引き輪の部分と、それからこのね、チェーンの部分ですね、が銀のパーツなのかもしれません。はい、ということで、銀の可能性があるもの。じゃーん、これ前回からずっと少しずつ貯めています。この中に入れていきましょう。はい。じゃーん。はい、ちょっとずつなんですけれども、銀と思われるものが、微妙にね、溜まってきています。ほとんどがね、天然石とかそういう石の集まりなんで、実際のね、取れる銀はおそらくそんなにないとは思うんですが、微妙にね、こうやって溜まっていきます。はい。そんな感じのね、キラキラ石でした。ここね、マグネットでこうやってピンってつくやつです。
はい、では次行ってみましょう。次は何かな。じゃあ。こちら。じゃあこっち行ってみましょう、こっち。はい。じゃじゃーん。この昭和レトロな感じのね、多分ね、ここ磁石のやつなんですよね。はい、こんな感じのギュッてやるね、指輪です。じゃじゃーん。このレトロな指輪の素材を見ていきましょう。じゃん。はい、こんな感じのね、先っぽに丸い玉がついた、こういう感じの指輪です。こうやってね、ぐるっと見たんですけれども、素材を示すような刻印は見つかりませんでした。はい、かなり拡大して見てみます。表面はね、結構なんか傷なのか何なのかいろいろ見えるんですけれども、この金色はまあいい感じの色なんですよね。はい、これ結構古いやつだと思います。昔ね、なんか多分流行った磁気ブレスレットをなんか指輪のサイズにしたような感じですね。なのでこう手でこうやってギューって動かして、サイズがね、ある程度変えられるという、お得なメリットがあります。お得なメリット。はい。こんな感じです。実際金のね、メッキ製品だと思うんですが、はい、そんな感じのね、こうギュッてやる指輪でした。サイズの方がね、結構自由な感じの指輪です。はい、では次行ってみましょう。次は一体何が出てくるのかな。じゃじゃーん。はい、また金色の指輪が出てきました。ちょっとね、大きめの石と、どうでしょうか。こんな感じです。はい、では拡大してみていきます。じゃじゃーん。結構ね、いい感じの色をしてます。それと、デザインがね、かなり古いんですね。目のような石がついています。はい。こんな感じで指輪の内側も見てみます。はい。素材を示す刻印などがあるのでしょうか。はい。なんか書いてありますね。13。なんだろうな、13って。はい。これ指輪のサイズかもしれません。なので、じゃん。ゲージ棒でサイズを測ってみます。こんな感じで指輪を入れます。はい。サイズね、13って書いてあるんですけど、微妙になんか12号っぽい、なんか微妙な違いがあります。なんでなんですかね。これ、でも12号からよく見ると、12号から13号ぐらいの間で、手でね、ギュッてやると13号になっちゃうかなっていう、なんか微妙なところのサイズになってますね。そういう意味でおそらく13と書いてあるんでしょうか。あとは、もう一つなんか書いてあります。こちらもぐーっと見ていきましょう。はい、ここにね、刻印がありました。はい。K18GF ってなってますね。GF はゴールドフィールド。メッキとか針とかそういう感じのものなんですけれども、結構色がいいので、メッキのね、厚みなんかもちょっといいのかもしれません。はい。その辺もね、ちょっと見ていこうと思います。はい。じゃあ、こちらね、試金石という板です。この板の上に少しね、この指輪を削ってみまして、このメッキの厚みの方を確認してみます。はい。K18 って書いてあるぐらいですから、18金のメッキかもしれません。
軽くね、削ってみる。こんな感じで少しだけ削ってみました。はい、ここにね、色がつきました。この色に、間違えた。この削り跡の方を拡大して見てみましょう。はい、結構ね、いい感じの金色で、下地がね、見えちゃってすぐ銅とかが出ちゃってるやつとはちょっと違うようです。せっかくですので、さっきのね、こちら 24K って書いてあったね、紛らわしい刻印の方も一緒にね、隣に削ってみようと思います。こんな感じで、コリコリと削ります。かなりね、硬い感じするんですよね、この削った後。はい、かなり硬い感じでした。で、もう一度見てみます。はい、こうやって見るとね、色の違いがはっきり出てますね。これね、上が金色の、GF っていう刻印がね、売ってあった製品です。メッキがね、ちゃんとした、おそらく金を使ったね、メッキなのかなという金色をしていますが、さっきのね、この 24K って書いてあった変なネックレスの方は、色はこんな全然違います。白っぽくなっちゃいましたね。おそらくですね、表面のメッキがめっちゃ薄くてすぐ削れちゃって、下地がね、こういう色なんだと思います。すごくね、削った感じが硬くてね、全然違う素材なのかなと思われるものでした。ではこちら、ちょっとだけテスターをつけてね、その反応を見てみます。じゃーん。結構ね、わかりやすいね、結果が出ました。ではね、これも拡大してみてみましょう。はい、拡大してみます。はい。上がさっきの K18GF の刻印です。テスターをつけても、このさっきついた削り跡の方は、まだね、残っています。だけれども、下のね、24K の刻印の方は、こんな感じで消えてなくなっちゃいました。これね、金の場合は、削り跡がテスタ反応で消えません。だけれども、それ以外のものはね、こうやって消えちゃうんですね。ということは、このメッキに使われてる、金の元になっている、溶け出しているイオンだとか、メッキ層に、入ってる成分は、おそらくね、この刻印の通り、ちゃんとね、18金が使われているんじゃないかなというのは、こういうね、テスターの反応とかを見て、なんとなくね、予想できます。はい。なので、メッキのね、品質としてはかなりいい方で、今ね、多分再現しようと思ったら、もう材料代がすごい高くて、もうあんまりみんなできない、やんないような作りの製品だと思います。なので、昔のね、製品の方が今よりもお金がかかってて、当時安かったからっていうのがあるんだと思うんですけれども、今ではなかなかね、再現しづらいような大変良い製品となっている場合があります。はい、こんな感じの、デザインはね、ちょっと古い。アンティークといえばアンティークなんでしょうけれども、こういう感じのね、古い特徴的なデザインです。メッキのね、素材感というのが、最近の安価な製品と比べると全然違います。はい、そんな感じの指輪でした。はい。次は一体何が出てくるでしょうか。何が出てくるかな。じゃじゃーん。また指輪が出てきましたが、今度はね、ちょっと独特な石がついています。これ天然石かな。はい、こんな感じの、石がついた指輪が出てきました。はい、この特徴的な石をね、まず見ていきましょう。じゃじゃーん。こんな感じです。はい、これ何なんでしょうか。
なんとなくね、モスアゲート、コケメノに似てるかなという感じなんですけれども、どうだろうな、ちょっと違う気もします。もっとね、透明感のあるところになんかいろんなのが入ってたので、これはかなり白っぽくなっちゃってるんですよね。でも何かしらのね、石英とかなんかその辺の天然石なんじゃないかと思います。はい。模様がね、全部独特で、一つも同じところがありません。はい。では素材を示す刻印がないのか見ていきましょう。こんな感じですね。こんな感じで見るんですが、何にもないです。はい。で、もうちょっと拡大してみましょう。ぎゅーっとね、見てみます。うわー、結構ね、剥げちゃって、なんか、錆びたようになってますね。なので、まあ、素材の方はちょっと、こんな感じの、まあ、メッキの製品です。だけどね、この石がなんかちょっと面白いんじゃないかなと思っています。はい。そんな感じの指輪でした。はい。本日の発掘実況は、とりあえず、ここまでとなります。はい。では今日のおさらいをしていきます。まずは、今日見たものはこちらです。じゃーん。はい。こんな感じの、品々が出てきました。このね、黒いキラキラ石も結構頻繁に出てくるからね、あれなんですが、今回はね、やっぱこの辺かな、この独特なね、なんか、コケメモとちょっと違うのかなっていう謎の石が気になったのと、あとね、これまたね、なんか出てきちゃった、このメッキ。しょうもないメッキ品と、それから、まあ、今日はね、ちょっとあまりにも少なかった。この先っぽのちっちゃいね、引き輪のパーツだけ。ちょっと銀の取れ高としては、ちょっと少なすぎました。あと、まあ、この辺のね、謎の構造のものとか、それからね、この指輪。特に、この古い感じのね、このメッキの作りがね、ちょっといいやつなのかなという指輪と、それからこの昭和レトロみたいなね、このなんか磁石ついてそうなやつがちょっと面白いかなと思いました。はい。今後もこんな感じの動画を作っていきます。もしよかったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。バイバーイ。